こんにちは。2025年8月19日の今日も東京羽田空港に遊びに来ました。現在右奥の A 滑走路ランウェイ16ライトでは JAL のボーイング 767-300ER が離陸準備を整えていますが、その隣には普段羽田空港では見られない飛行機、ドイツ空軍が運航するドイツ政府専用機エアバス A350-900 がいますね。このドイツ政府専用機は8月18日から20日の日程で来日しているドイツのバーデフール外務大臣を乗せて飛来したものです。JAL のボーイング767が離陸です。沖縄・那覇空港への出発です。車両で牽引されているこちらの機体はPNA のボーイング 737-500 です。一見周りの飛行機と変わりない旅客機に見えますが、実はこの機体は旅客機としては2018年2月で運航を終了しており、現在は整備訓練のための専用機となっています。航空法上空を飛ぶために必要な対空証明が失効している機体なので、ああ見えて羽田空港で多分唯一の空を飛べない飛行機となっています。続いて、ドイツ政府専用機 A350-900 も離陸です。この機体はこの後ドイツには帰らず、大阪・関西空港に着陸したようです。大阪万博を視察してから帰るみたいですね。今日の羽田空港はドイツ以外にも複数の政府専用機が飛来する珍しい一日でした。今ランウェイ16ライトで離陸滑走を始めた飛行機は北アフリカのチュニジア政府専用機エアバス A320 ネオです。チュニジア国営航空会社のチュニスエアによる運航です。このチュニジア政府専用機は8月20日から22日に横浜で開催される第9回アフリカ開発会議に参加する要人を乗せて飛来したものだと思われます。首都チュニスからカザフスタンのアルマトイを経由して15時間ほどかけて19日朝に羽田へ到着しました。要人を降ろした後、この飛行機は成田空港へ向かい、成田で機体を待機させるようです。次は着陸機です。ランウェイ22に侵入してきたこちらは、西アフリカのセネガル政府専用機です。機種はエアバス A320 ネオで、運航はセネガル政府の専門組織が担っているようです。こちらも第9回アフリカ開発会議に参加する要人を乗せて飛来したものと思われます。セネガルのストダカールからカザフスタンのアクタウを経由して、約19時間かけて羽田に到着です。羽田に不慣れなパイロットが誘導路で迷わないよう、フォローミーカーと呼ばれる黄色の車両が先導して、駐機場まで案内していきます。ちゃんと所定の駐機場までたどり着けたようですね。第2ターミナルの北にあるビップスポットに入りました。空港の駐機場にはそれぞれ番号がついていて、飛行機に乗るときによく聞く、〇〇番搭乗口っていうのがその番号にほぼ対応しているのですが、羽田のビップスポットは数字ではなく、VN、VS といった特別な名前がついていたりします。こちらの着陸機は、コムラックスアルバというチャーター会社が運航する飛行機で、おそらく今回はマダガスカル政府専用機としてチャーターされていると思われます。マダガスカルのストアンタナナリボからタイのウタパオを経由して約17時間かけて羽田に到着です。珍しいのはこの飛行機の機種で、ボーイング 767-200ER という、今では世界的に数が少ない機体です。ボーイング767シリーズは、ダッシュ200、
ダッシュ300、ダッシュ400と3種類の胴体長が生産されていましたが、民間機としてはダッシュ300が圧倒的に人気で、ダッシュ200やダッシュ400はそれに比べるとだいぶ生産数が少なくなっています。ダッシュ200は一番最初に開発された標準モデルのはずですが、ダッシュ300を見慣れているせいかずんぐりして見えますね。ちょうど767ダッシュ 300ER が近くに来たので、比べてみると違いがわかりやすいと思います。ダッシュ 300ER は、さっきのダッシュ 200ER より約 6.4 メートル胴体が長くなっています。先ほどは第1ターミナルで撮影していましたが、15時を過ぎて滑走路運用が変わったので、第2ターミナルに移動してきました。C 滑走路、ランウェイ16レフトに進入してきたのは、西アフリカのモーリタニア政府専用機、ボーイング737ダッシュ700です。モーリタニアがフライトレーダー24度カバー範囲外だったため正確な所要時間等は不明ですが、モーリタニアからアゼルバイジャンのバクーを経由してやってきたようです。さて、こちらが今回紹介する最後の機体です。アフリカ南部のエスワティニ政府専用機、エアバス A340 ダッシュ300です。このエスワティニ政府専用機もアフリカ開発会議関連での飛来だと思われますが、フライトレーダー24の情報だとなぜかマダガスカルのアンタナナリボから出発してシンガポール経由で約18時間かけて羽田までやってきたようでした。エスワティニは四国と同じくらいの面積に四国の3分の1の人口が暮らす小さな国ですが、A340 という立派な政府専用機、しかも自前のを持ってるっていうのはちょっと闇を感じますね。まあでも、世界的に数を減らしている A340 を今日羽田で見られたことはとりあえず喜んでおこうと思います。というわけで今回は羽田空港で離着陸機、特にアフリカ開発会議関連のビッグ機を多く見られましたね。それでは以上、ご視聴ありがとうございました。